英国に約半年に一度夏休みとか春休みで旅行に来たんですよね。たまたま女房の家にダービーシャーの家にいる時に女房が「あなた暇そうにしてるから本でも買って読んだろどう?」っていうふうにアドバイスをしてくれたんですよ。それで本屋さんを探しにね本買おうと思いましてロンドンに来たら本屋さんがなかったんですよ。それでじゃあ人口的には当時確か8000人だったんですね。日本人人口はちっちゃい商売でもいいからとにかく足場を作っていこうと思いましてね、それで本屋さんをすることに決めたわけです。じゃあ結婚しようということを決心して来る前にですから本のね輸入の方法を全部手当てしてで日本出版貿易という会社と取引を開始しましてイギリスに来たわけです。で物件探しに入ったんですけどやはりなかなかやっぱり金がなくてやっぱり高いんですよね当時でも。でどうしたかというとたまたま僕が下宿先に入ったところの息子さんがケンブリッジの経済学を卒業されて非常に日本文化に興味のあった方なんですよ。で僕と意気が統合しじゃあ一緒に商売しようかということになりまして彼がたまたま彼の家がお金持ちだったんですね。でお店の権利金とか運転資金を全部出してくれて商売を始めたのが最初のきっかけです。中で旅行業を始めてジャパントラベルセンターですね。であとジャパンサービスプロパティですね。それからジャパンサービスリクルートメントっていう会社を始めたんです。ロンドンのリクルートの商売では草分けですよね。当人にですね8万ポンド近い金を払いましてね、僕は本屋さんだけ取ったわけです。自分が始めた商売ですから他のエージェントの商売は彼に全部渡して本屋さんだけ取ってで3年間かかって8万ポンド分割払いしました。3年後に旅行業とか不動産業とか人材銀行を再度始めたわけです。それが今のセンターピープルアポイントメントにつながってるしまたジャパントラベルセンターですね、年商は全部で20ミリオンポンドぐらいですね。ですから日本円に直すと約40億円ですから立ち退き料をですね当時の金で18万ポンドいただきましてね、決算内容が良くなったものですからそれをもとにしたまたま212番214番のピカデリーが出てましたんでいつかはハイストリートに店を作るんだっていう夢があったわけですよ。14年後にね実現しました。ご存知のようにバブルの崩壊で日本人の方がどんどん帰っていかれたわけですよ。で本を皆さん結局売れなくなっちゃったんですね。さあどうするかと食品関係とあといわゆるレストランの仕事を始めましてね、きちんとした板前さんで日本で修行した方がですねで古川がさらにレベルアップをしてくれましてねで今日に至っているわけです。まずお店なんですけどお店は3店舗ありまして1店舗は最初の大きな店はこのシャスフェイアベニューにあるファーストフロアにあるジャパンセンターですね。このオンライン事業がやはり相当伸びてきまして売上全体の食品関係の売上の 25% を占めています。レストランはこのデンマンストリートに1軒このレストランは90席なんですけどでそしてローアリージェントに40席のレストランエアストリートにこれはテイクアウェイ専門のラーメン店なんですけどで今度来月4月の10日に、カーナビーストリートから入った場所にキングレイコートっていうのがあるんですけどそこに4号店目をオープンします。僕はね常に金は倍返しっていうのが僕の主義人生の一つの鉄則です。ギブギブギブそれからビーギブで自分が抱えなくても自分の子供たちにねいいことがあるんです。仕事が趣味ですからで自分がやっているその仕事いい仕事を作るっていうのはやっぱアートなんですよねはっきり言って。だから僕もこういう仕事を始めてみて熊野越えたのはアーティストの片鱗もあるんじゃないかなと思うんですけどね。
食事っていうのはやっぱりその全てがこうなってきますので、やっぱりそのアーティストじゃないとできないなっていうのは僕に今実感なんです。